今回は GR の車たちが普段レースで戦っている道、その道を舞台に繰り広げられる道と車の戦いの全て、森蔵さんがマスタードライバーとしてニュルで学んだ道が車を鍛えるということ、それを高速域のレーシングカーに並走していく中でリアルスピードで体感的な映像としてカメラに収めます。今日この撮影日も鍛えられた感があるような、地面に押さえつけられるような、誰も走ったことのない路面はありえないぐらいボコボコです。世界中にいろんな道があって、同じ舗装路でも舗装の種類が違ったり、未舗装路はもちろん砂の種類が違ったりとか、やっぱその中で戦っていくことで車がどんどん国だったり道に鍛えられて強くなっていく。フィンランドの道は未舗装路でもターマックのようにすごくコンパクト、ものすごくスピードが出ます。超高速で走りながらたくさんジャンプしたりとか、ドライバーからすると度胸試しじゃないですけど、素直にめちゃくちゃ楽しみです。より外側のスペースがなくなっちゃうんで、ゴム鉄にスピード稼いでアフターのクラッシュ感ついてにも車のエアロ、空力から得られるグリップだったりとか、あとはジャンプ、着地からコーナーに入っていくどれだけサスペンションがうまく働くか、すごくそこを意識して車は作られてます。有名なレースでいうとル・マン24時間という耐久レースを戦っている GR ドイツなんですけども、基本的にル・マンのサーキットって市街地も入ってるんですよね。アスファルト自体はうねりがあったりとかバンプがあったりして、車にはそこそこ過酷かなと。かなり高速の速度を出しながらコーナーも曲がりながらチャレンジングだとは思うんですけど、この車の凄さ良さ、どんな動きをしてるんだっていうのをしっかり抑えれるようにやりたいなと思います。今までのレーシングカーはどっちかというと硬くしていかに車高を下げるかみたいな車を作りがちなんですけども、どっちかというと僕らの車はその逆を行ってる車で、過酷な道だからこそ良さが出る車になってます。世界に目を広げると、誰も走ったことのないオフロードを生活の中で走らなきゃいけないシーンっていうのが本当にあるんですね。でまさにそういうシーンで競技をしているのがこのラリレード用のハイラックスになるので、サスペンションのストローク量が大きく取られていたりとか、最低地上高が高く取られていたりとか、そういった工夫がされた車になると思います。今回のオフピストはスキーでいうとモーグルのような 1m2m の落差があるようなところを越えていかなきゃいけなくて、でそうするとどんどん車が暴れてやっぱりコントロールできなくなってしまうので、アクセルワークなんかはすごく繊細だったり、そんな道になります。的にはハードです。でアクセル踏むと前へまっすぐ行っちゃうんで、非常に車に負荷のかかる路面を走ることによって時には車が壊れたりもするんですよね。でそういった信頼性みたいなところも鍛えられていく要素の一つじゃないかなと思います。レーシングカーがその道に鍛えられるという中で、やはりこのバンクっていうのは普段の横にかかる力、そして加減速で縦にかかる力に加えて上下という下に押さえつけられるような力が発生します。で車というのは常に荷重、車の重さがですね、いろんな方に動きながらそれをコントロールしてタイヤを通して地面に伝えてくるというところが大事なんですが、数々の耐久試験、海外のテストも繰り返してですね、やっと今こう形になってきて GR が作る勝てる GT3 っていうものを形にした時にこうなったという車ですね。いきます。はい、よーいスタート。あそこの間で加速して、いいですね。360度四方八方に動くことで、まるで戦闘機のような動きっていうんですかね、そういったものにイメージを近づけて撮れたらいいなと思って今回挑んでいます。
ドローンフライトします。僕自身がラリーのキャリアでずっと鍛えられてきた道、フィンランドの道で、あと車もここで鍛えられた、そういったところがこの十何秒に詰まってるような、そんな映像だと思いますし、この車がどんな姿勢で飛んでもその後何事もなかったかのように駆け抜けていくっていう、そんな映像が見れた気がします。いやー、正直言うと乗ってるドライバーはかなりチャレンジング、本当にすごくバンピーで、半分ぐらいのレーシングカーは多分ここ走れないんじゃないかなっていうぐらいの結構荒いコンディションで、車ってすごい揺れてんだなって感じてもらえるんじゃないかなと思います。道が本当に車を鍛えてるっていうのが伝わるし、やっぱりこれからもいろんな道を走ることでいろんな車の作り方であったりセッティングであったりっていうのができるのかなというふうに思います。どんなシーンでもやっぱり車が今どういう状態にあるのかっていうことをドライバーに教えてくれようとしてるっていうのを感じて、本当に車に引き込まれていく自分がいるなっていうのをなんか感じる時間でした。一番サスペンションが伸びた状態から縮み切るまで、これをしっかり見てもらいたいなと思ったんで、もっと運転してたい、これが本音です。この車というものがその走るフィールドによって形を変えますが、いいものっていうのはどの道でもより優れた性能を出すと思いますし、興味を皆さんに持ってもらえると嬉しいなと思います。この JRGT はもう本当にレーシングカーと全く同じスピードでブワーッと2台で加速していけるので、レーシングカーをそのまま味わえるような、ワクワクするドキドキするような五感で感じる車になってると思います。